展覧会の構成は今最初のところはここで展示しているのは東京100マップスっていう名前を付けたプロジェクトで、それは僕が一番最初にですね事務所で設計した黒の家っていうのがあるんですけど、これを設計してた時に大変小さな住宅ではあるけれど、やっぱり都市にとっては増改築に過ぎないことなので、なるべく都市の東京みたいな、とかく混沌としてるっていうふうに言われてしまうような街でも、なるべく丁寧に読み解きながらやりたいなというふうに思って、それでいろんな地図を描き始めたんですね。でそのことによって見えてきたことっていうのが、大変興味深かったこともあって、ならば研究室でぜひ東京の100枚の地図を描いてみようよと。で東京の100枚、今まで誰も描いたことのない地図を描いてみて、それが100枚重なったらなんか東京の姿が浮かび上がるようなものにしようよっていうふうに言って、それで始めたプロジェクトなんですね。なので研究室の学生が銀座ですとか、あるいは神楽坂とか渋谷とか吉祥寺とか、どっちかというと繁華街、そういうところがどんなふうにできてるかっていうのをリサーチしたこれはプロジェクトです。例えば銀座の街ってあんなごく当たり前に都市計画されたグリッドでできてるけど、実はいろんな場所性があるじゃないかと。でその場所性は本当に何によってできてるんだろうかっていうことが、ビル内を貫通する本当に小さな通り抜けがどのようにできてるかっていうことによって、都市計画的にできてる街区とは全く違う街区のスケールでできてるっていうのが分かったとかですね、そういうことをずっとやったプロジェクトですね。その街の秘密というか、この街の魅力が何かっていうのが、どんどん分かってくる感じっていうのは大変面白いというか、多少批判的なことを言うと、近代の都市計画って都市計画の手法がすごく限られてると思うんですよね。で例えば中途半端な Y 字路を作っちゃいけないとか、やっぱりいろんなことを実際僕が復興のプロジェクトに関わってた時も言われたんですけど、でも実は街の魅力にとってそういうこともすごく大事だっていうことが、たくさん分かってくるだけで、例えば将来における都市計画の在り方に対して全然違う切り口が出てきたらいいなっていうふうな思いもあったと。今は資本の投下も大きいし、技術で何でもできるようになっちゃったので、そこら中で再開発が続くわけですよね。でその再開発をやると、やっぱり結果的にはどこも似たような街になってしまう。でそれはやっぱり街の読み解き方が足りないんじゃないかというふうに、正直思うところもあるので、そういうことをやっていかないと、本当にその街のもともと持ってた文脈みたいなものが失われてしまうのは悲しいことだなと思うので、そういうことを伝えていこうと。この辺はですね、窓とか建具についてやってた頃で、これも僕たちがやってたそのプロジェクトの中で、じゃあ都市との関係や自然との関係を考える中で、建具とか窓っていうのはやっぱりとても大事だなと。で日本は振り返ってみると、もともと建具ってものすごくたくさん持ってたわけですよね、いろんな種類の建具が。ところがやっぱり近代になってそういうものがものすごく貧弱なものになってっているので、改めて建具ってもっともっと何か豊かになっていっていいんではないかっていうふうに思って、もう今まで作られてきた建具をリサーチしたり、逆にいろんな世界の窓を改めて見て、その窓ってどんな魅力があるのかっていうことをもう一回掘り下げてみようっていうふうにやったものです。でこれはDNP さんと共同研究で、その建具についてもう少し
やりましょうということで、じゃあ今の時代に必要な建具をなるべく簡単な仕組みで作りましょうっていうふうに言って、これはマクドって言ってますけど、そういうものとか、あるいはその建具ライトって言ってますけど、非常に軽くて向こう側とこちら側をつないだり離したりできるような、そういうことをやっています。それから僕たち研究活動をする上で、そのバックグラウンドっていうのは変ですけど、やっぱりそのいろんな他の領域の学問っていうのも大変重要というか、僕自身も興味持っていろんなで、僕自身がすごく影響を受けた本とかそういうものも実は同じように展示してるんですね。これは本当に素晴らしい本で、人間の肉体があるからこそ初めて言葉の意味が理解できるっていう言語の本質っていう今井睦美先生の本ですけど、そういうことって例えば建具を動かして実際に人間が体で触れて動かすっていうことを、建築の中でそういうことができる唯一の部位でもあるので、そういう意味で実際に建物に触れて自然のことを知るみたいなことをちゃんとやっていくっていう意味でも重要な本の一つになっています。これは前田建設さんとそれから金香さんと一緒にやった光の会議室っていうので、その建具の延長にあるみたいなもんなんですけど、有機 EL っていうその照明を開発したんですけど、それがなかなかうまく使えないので、それ考えてほしいっていう依頼で、僕たちはその直接光と間接光が光源を直接見ても全然眩しくない光源だっていうことが面白いなと思って、なので直接光と反射光は同じように扱えるぐらいの何か光の拡散の仕方はあるかなっていうんで、ランプシェードの中に顔を突っ込むみたいにして打ち合わせができるような会議室になっていると。でこの辺はもうちょっと都市的なスケールで何か町に介入していくことができるかっていうことと、それから復興支援の活動を合わせて展示してるんですけど、これは岡山の芸術交流っていうアートイベントがあって、街中にアートを設置して、その街の活性化につなげようとしていたプロジェクトだったんですけど、僕たちはアーティストではないし、むしろ人の集まる場所を作りたいなというふうに思って、これは時間貸しの駐車場に作った屋台なんですね。で高さ8メーターの屋台で、これは安藤陽子さんがデザインしてくれた布を5枚重ねて空の色を映し出しながら、柔らかな光が落ちてくるこの布の下を人が集まれる場所にしようと。でそこにちっちゃなキッチンを作って、地元のレストランが出店できると。でここで地元の食材に出会うことができるようなアンテナショップ的な場所にしようとしたものですね。そういう時間貸しの駐車場という都市にできた空き地だからこそできることを考えようということで、そういう屋台を考えたものです。これは屋台ということにこだわって、高さ8メーターあるんですけど、人力で全部組み上げられるということを徹底してやったものです。それからこの辺は豊島区が今後再開発を進めていくんですけど、僕たちは先ほど話したようにやっぱり再開発がどこも均質な似たような街になってしまうことに対して大変危惧をしていて、むしろ豊島区だからこそできることっていうのにあえてフォーカスしてやったらどうでしょうかっていう提案を豊島区さんに随分させていただいたんですね。で例えば豊島区のごちゃごちゃした雑居ビル街を残した再開発はできないのかとか、あるいは道路も必ずしも全て平等に作らなくてもいいだろうと。交通の結節点としての長い駅と、一方で歩道もものすごく広がったそういう全然違う道路の作り方があってもいいねとか、あるいはその街を分断してる高速道路の下をあえてその大きなモビリティから小さなモビリティに乗り換えるための場所にしようとか、そういうことを提案したものです。
それからこの辺はもう僕たちがずっと長いこと復興支援でやっていた東北の震災以降の復興支援の活動とか、熊本のやっぱり地震の後に被災した南阿蘇鉄道の再生の計画、それをむしろホテルにしましょうという提案で、全長17キロ使えなくなった鉄道を、その列車はその間行ったり来たりはできるので大変素晴らしい場所を走っているので、それを使いながらゆったりと長い時間をかけてこの場所に滞在する新しい観光の仕組みとして提案をしたものです。これは今まさに進行中ですけど、能登の地震の後の復興支援をやろうと。で、僕たちやっぱり技術に対するなんていうか、技術に過剰に依存することに、非常に慎重であるべきだというふうに思っていて、特に能登ではなるべく簡単なやり方で誰でもが作れるやり方のベンチを作ろうというふうにしてこれやったもの。震災の後仮設住宅暮らしをしている方々は農作業をしたいって言うんですよね。でその農作業をやるってとてもいいことだと思ったんですけど、やっぱり生き物を育てるっていうことのその活力っていうか、そのために公費解体で出た廃材を使って簡単な仕組みでベンチを作って農作業のための小屋とか、それから休憩できる場所を作っているものです。これは今もずっと続いて、今日この展覧会でも中庭に一部実物を展示してますけども、それは実際に能登の廃材で作ったベンチになっています。でこの辺が土木遺産って僕たちは言ってるんですけど、これも半分は20世紀に対する批評というか、日本は近代化の過程でたくさんインフラを作ったわけでね、ダムとか橋とか高速道路とかで、そういうものが今老朽化して、寿命を迎えているのもたくさんありますし、一方で技術が進化発展したことで使われなくなったものがたくさんあるんですね。でそれをなんとか、次の時代につなげていくようなことを考えないと、そのこれからのインフラの在り方を考える上でもすごく重要な視点なんじゃないかというふうに思って、で、日本に残っているたくさんの放置されている土木インフラを集めてきて、それを何らかの形で次の時代に伝えていこうとする提案です。でこれは今いる飯塚さんのプロジェクトで、これは後で本人から説明してもらうのがいいと思いますけど、姫路のモノレールの高架跡を役所にしよう、庁舎にしようというふうな提案ですとか、あるいはダムをホスピスにしようという提案とか、あるいはリニアの新幹線、これも僕たちはこんなこと言うと怒られちゃうかもしれませんけど、リニアの新幹線本当に作るのっていう、東京大阪間を1時間ちょい縮めるためにとてつもないお金と時間をかけて自然を崩していると。でそれが本当に適切なのかっていうことも含めて、これはそのためにできたとてつもない巨大な非常口があるんですけど、それを納骨堂にしようという提案ですとか、あるいは地方にたくさんの滑走路がプロペラ機からジェット機になった段階で、古いプロペラ機時代の滑走路って使われなくなって放置されてるんですけど、それが実は塩田にとって最もふさわしい水勾配を持っているということもあって、それを塩田にしようというふうな提案とか、そういうことはこれは僕がこういうことをやりましょうというスタジオを掲げて、そこでいろんな提案をしてもらったものになります。これは実務的なことですけど、
僕は大学のキャンパス計画に長年関わっていて、大学は本当にいろんな時間がこう重なった空間でもありますし、都市と土木と建築が全部一体になった場でもあって、それをどういうふうに未来につなげていけるかっていうことで、取り組んできた、これはリノベーションのプロジェクトが主ですけども、そういうのがあります。それからこれはちょっと笑えるんですけど、僕が還暦を迎えた時に OB、OG の皆さんがですね、勝手に作ってくれたんですね。これを作ってプレゼントをしてくれたんです。でこれ僕は見て驚いたんですけど、僕がなんか皆さんに言ってた言葉でみんなの記憶に残ってる言葉らしいんですね。でそれを今こんなこと言ったかなっていうのもあったり、こんなふうに受け取ってくれてたのかっていうふうに思うものもありますけど、一方でこれはですね、僕が先輩から受け継いだ言葉もやっぱあるんですよね。そういうのはいい意味でのなんかリレーだなと思ってこれも展示してもらいました。恋愛の話はね、あれは僕が秋山先生っていう構造の先生から聞いた言葉なんですよ。どうせ大学の先生なんてあれだよとかつって学生の恋愛の相談とかなんか金の相談ぐらいだよみたいなことを言われたのが記憶に残ってて、なんかそんな話をどっかでしたんだと思うんですね。ここはもうバイシクルアーバニズムで、自転車の目線でもう一回都市を読み替えようっていうのが一番のですね。なので僕自身が興味を持ったのは、例えば自転車に乗った途端に生態が変わるわけですよね。例えばみんな歩いて街中を散策してる時は多少の坂道あんまり気にならなく歩くと思うんですけど自転車に乗った途端に急に坂道がすごい大変になったり下りはすごい楽しくなったりするのとっていうのは、やっぱりなんかそういう自転車っていう道具を手にした途端に人間の生態が変わってるっていうことに僕自身は面白いと思っていたので、この本にありますように、都市に生まれた新しい生命体の一つだと。だとしたらその生命体をどういうふうにこの都市の中に位置づけていくかっていう意味では、生物学的な視点の方が役に立ちそうだっていうふうに思って、それで生態学のその生物におけるニッチであるとか環世界を見つけていくのがまさにデザインなんじゃないかっていうのでやったのがこのバイシクルアーバニズムなんですけど、ただ本来都市は常に人も物も車も空気も熱も何でも流れてるわけですから、こういう流れてるものに対して何かをデザインするっていうのは、そういうあらゆるものが動いている中のどういうふうな環世界がそれぞれ相互に絡み合うかっていうことを見つけていくような視点こそ必要なんだろうなというふうには思っていたので、バイシクルアーバニズムと言ってますけども、これからの都市の考え方にもすごく通じる視点になるのかなというふうに思っています。僕は自転車狂ですね。かなり自転車マニアと言ってもいいぐらい小学校の頃からずっと乗ってるので、乗ってるというか自転車を作るのも走るのもいじるのも何でも好きなんです。それからこれはもうKK線って今ハイライン化しようっていうふうになってますけど、そのはるか前に僕たちはこれを提案してたんですけど、これはかなり馬鹿げてるとは馬鹿げてるんですけど、この京京線全体をむしろビル化して地上0メーターから地上200メーターまでのビルにした方がいいのではないかっていう提案なんですね。でそうすると屋上をずっと上がっていけることになるので、ビルに例えば僕超高層で暮らしたこともあるんですよね。僕最初勤めた会社が大手設計事務所だったので新宿の超高層で暮らしてたんですよ。でその超高層の暮らしは本当に大変で、まずエレベーターが全てのネックになるわけですよね。で何かあるとそのエレベーターが遮断されちゃったらもう動きが取れないと。でもこれだったら
別にエレベーター止まったってどっかで屋上に出てゆっくり歩いてくれば降りられるとかそういうことにもなったりしますし、あるいはエレベーターで移動していく超高層って動線的に言うとなんか地上で乗って結局最後どん詰まりで自分で仕事をしているようなことになって、行く道すがらもなんか一本しかないわけですよね。でも僕たち普段生活でなんか家に帰る時に今日はこっちの道から帰ろうかみたいなことがあるのと同じように、働く場所にもそういうことがあっていいだろうと。でこういうふうになると自分の働く場所に行く時に別にここから行ってもいいけどこっちで上がってこういうふうに移動してもいいやとかっていろんな経路が生まれるので、街そのものみたいなビルになる可能性があるんですよね。なのでこれは自転車で屋上を走りたいっていうのももちろんあるんですけど、一方で今の超高層みたいな一つのモデルで全部作っちゃうっていうのに対するアンチ提案みたいなところはあります。これ全長 2.4 キロあって標高差200メーターぐらいなんですね。自転車はなんか街を知る一番いい道具だと思うんですよね。僕なんかどこ？お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しはエイブルエイブル、お部屋探しは検索より相談だエイブル。自転車はなんか街を知る一番いい道具だと思うんですよね。僕なんか歩いてるとやっぱり行動範囲が限られちゃうし、なんか自転車だとやっぱりかなり広範囲移動できるのもありますし、一方でやっぱりすぐに止まることもできて、車みたいなのだと通り過ぎちゃうところもなんかすぐに目が行ったりとかっていうのもあるので、街を知るためのなんか僕は一番いい道具だと思ってるので、そういう意味でもなんかこれは続けて、復興がどんなふうに進んでいるのか、それが本当に良かったのかどうかも含めて、いろんな形でやっぱり知っていくプロセスになればなというふうに思っています。